2024年3月16日、タイニーデスクコンサートジャパンの初回放送が NHK でオンエアされました。記念すべき最初の出演アーティストは藤井風。この放送で彼とバンドメンバーが繰り広げたライブパフォーマンスは間違いなく日本のポップミュージック史に残る素晴らしいものでした。約30分間にわたる至高のパフォーマンス。この動画ではその素晴らしさを余すところなく完全解説します。アメリカの公共放送 NPR がタイニーデスクコンサートを開始したのは2008年。この企画の発案者、ボブ・ボイレンのワシントン DC のオフィスにアーティストを招き、モニターなし、PA なし、そして収録はやり直しなしの一発撮り。タイニーデスクコンサートのユニークなコンセプトは、親密なサウンドとアットホームな雰囲気を生み出し、世界中にファンを増やしていきました。これまでおよそ17年間で実に1600を超えるアーティストがパフォーマンスを行い、総視聴回数は30億回を超えるという凄まじい数字がその人気を物語っています。藤井風の今回のパフォーマンスは2024年4月12日に本家 NPR ミュージックの YouTube チャンネルにアップされました。わずか半年で1100万再生を超え、タイニーデスクコンサート全体で55番目に多い視聴数となっています。1600以上のアーティストの中での上から55番目ですから、すでに凄まじい数字ですが、すごいのは再生数だけではありません。パフォーマンスの内容も本家タイニーデスクの歴史を彩ってきた数々の名演に勝るとも劣らない素晴らしいものでした。ではここから曲ごとに解説していきます。このライブのオープニング、藤井風のピアノソロから祭りのイントロへとつながる場面。いきなり半拍ずれて曲がスタートするというハプニングが発生します。この件、この動画の中でも特に重要なポイントなので詳しく解説します。曲の頭がずれてしまうというハプニングがプロの現場で起きることははっきり言って稀です。ましてや藤井風のように高い演奏力を持ち、バンドメンバーも精鋭が揃っている中、なぜこのようなハプニングが起きてしまったのでしょうか。常識的に考えればミスがあるとすれば演奏者であって演奏せずに待機しているだけのメンバーがミスをするというのはちょっと想定できませんでした。オープニングで演奏していたのは藤井風一人ですから、やはり藤井風が何らかのミスをしてしまい、それが原因で半拍ずれてしまったと考えるのが自然ではないかというのが当初の考えでした。実際怪しい部分はありました。ピアノソロのこの部分なんですが、左手のコード弾きがちょうど半拍分遅れています。この遅れがそのまま冒頭の遅れにつながったのではないかという仮説は説得力があるように思いました。これを検証するにはタイニーデスクで本来演奏されるはずだったミスのないバージョン、つまり正解が必要でした。タイニーデスクの演奏1曲目の冒頭でいきなり出花をくじかれたことに藤井風本人は悔いを残しているはずです。だからその後のどこかのライブで祭りのオープニングにタイニーデスクと同じソロを完璧に弾いて密かにリベンジしていたのではと考え、ちょうどその後行われた US ツアーの演奏動画を片っ端からチェックしました。この予想はビンゴでした。ロサンゼルス2日目の祭りのオープニングはまさにタイニーデスクの時と同じ展開のピアノソロだったのです。というわけで US ツアー2日目の演奏とタイニーデスクの演奏交互に比較しながら聴いてみます。冒頭のトリルからここまでタイニーデスクコンサートの方が1オクターブ低くなっています。ただ弾いているフレーズ自体は全く同じでした。続く2小節見てみましょう。
これは完全一致と言って良いと思います。引き続き見ていきましょう。左手のボイシングに若干の違いがありますが、右手のフレーズは完全一致です。では問題の左手反拍ずれの箇所を含む最後のパート見ていきましょう。なんとここも完全一致してしまいました。演奏ミスの疑いがあった左手反拍ずれの箇所はもともとそういうアレンジだったということになります。意表をついたトリッキーなアレンジと言えますが、藤井風ならあり得るとも思います。当初の思惑とは異なり、藤井風に演奏ミスはなかったことを証明する形となりました。タイニーディスクでのピアノソロの最後、改めてスローで見てみると、藤井風がオンタイムで演奏を終えているのがよくわかります。明らかにバンドだけが半拍遅れてスタートしています。しかし、こうなるとなぜこんなことが起きたのか、その理由がますます謎です。改めて何度も映像を精査した結果、全く想定していなかった驚愕の原因が判明しました。この時一体何が起こっていたのか、バンドが入る2小節前から超スロー再生で解説していきます。ここ、ドラムの工藤誠也がスティックを小さく振って一拍ごとにカウントを取っているのが確認できます。ここで例によって左手が半拍遅れます。そしてなんと、わかりづらいかもしれませんが、ここでドラムの工藤誠也がカウントを半拍分修正してます。これは驚きました。この反応速度でカウント修正できるドラマーは少ないと思います。ピアノ左手の反拍遅れを聞いて、おそらく直感的に自分のカウントとピアノが合っていないと感じたのでしょう。頭で考えてたらこの速さで反応できないと思います。そしてさらにカウント修正したとほぼ同時に2人はアイコンタクトします。このタイミングで藤井風と目が合ったので、おそらく工藤誠也は反拍遅れたのを伝えようとしていると解釈したと思います。しかもここ、藤井風が反拍刻みで頭を振っているので、お互いに息が合っていると錯覚してしまっています。そしてついに反拍ずれたままバンドがスタートしてしまいました。おそらくバンドメンバーはこのピアノソロを本番で初めて聴いたと思われます。リハーサルの時にはもっとオーソドックスなソロだったのでしょう。実際 US ツアーの4回の公演でも祭り冒頭のピアノソロは4回すべて異なる内容でした。反拍ずれの原因、改めてまとめると、藤井風が本番で選択した意表をついたアレンジに対し、拍がずれたと誤認したドラムの工藤誠也がその抜群の反応力でとっさにフォローした結果起きてしまった事故と言えます。ここで皆さんにお伝えしたい重要なポイントは、このハプニングはタイニーディスクコンサートだから起きたということです。イヤーモニターで同期信号を聞きながら進める現代スタイルのライブでは絶対に起きないミス。モニターがないというのが何を意味するかといえば、各々のミュージシャンがお互いに奏でる音を注意深く聞き、それに反応しながら音楽を作り上げていくということです。それはまさにアンサンブルの原点であり、時に奇跡のような名演を生み、一方で予想だにしないハプニングも生む。今回はたまたまハプニングとなりましたが、まさにタイニーディスクを象徴する出来事だったと言えます。1曲目のド頭でタイニーディスクの洗礼を食らってしまう格好にはなりましたが、ここから先はそんなミスも忘れさせるほどの見事なパフォーマンスを繰り広げます。今回のライブの素晴らしさはこのシーンに集約されています。藤井風が A メロ終わりに入れたフェイクを B メロに入ってもそのまま続けるシーン。このライブ全体を通して素晴らしかった藤井風の多彩なフェイクですが、それを引き出したのが2人のコーラス。
主旋律をコーラスがフォローして藤井風が自由に歌いまくる場面が幾度となくありました。この役割分担がバッチリハマった印象です。このコーラスがあまりに良すぎたからか、後の日産スタジアムライブでも同様に男女2人のコーラスが参加していたのは記憶に新しいところです。そしてこちらも素晴らしかったのが工藤聖也のドラム。祭りのドラムは特に秀逸でした。2コーラス目のバースでは音量を抑制した状態でちょっとネオソウルっぽいクールなドラミングを見せてくれてます。僕が激しく泣いたせいで君が派手に笑ったせいで夏の暑さ体を焦がして冬の厳しさを骨身で染みた Thank you so much for inviting us into your life, into your garden. タイニーデスクコンサートジャパンには本家タイニーデスクにはないある重大な制約があります。それは地上波テレビ放送。CM のない NHK の30分枠。編集で多少の調整は可能とはいえ、演奏時間については相当シビアな制約があったはずです。10分から40分近いものまで演奏時間がまちまちな本家タイニーデスクとは大きな違いになります。一発撮りを売りとする The First Take という人気 YouTube チャンネルがありますが、一曲をワンテイクで歌うというだけでもその緊張が伝わるのに、タイニーデスクではそれを5から6曲のセットリストで演奏しなければならず、そこにシビアな時間制限も加わるとなれば、アーティストにとってそれがいかに過酷か想像できると思います。なのでガーデン冒頭の MC 含めすべての MC は入念に考え抜かれたものでしょう。私たちを招いてくれてありがとう。あなたの人生に、あなたのガーデンに。招いてくれたタイニーデスクへの感謝を述べていると思わせて逆に曲の世界観に招き入れるという秀逸な MC に続いておもむろにキーボードソロから曲が始まります。曲のキーは E メジャーですが、このキーボードソロのキーは G メジャーで始まり、歌い出す直前に転調する憎い演出。細部まで丁寧に練り上げられたアレンジに感心します。この曲のボーカル表現で印象的だったのはテンポの揺らぎ。歌の合間の休符を通常より長く取り、しかもその間、ピアノも音を鳴らさず、まるで静けさを味わうような効果的な感情表現になっています。鳥は春を告げて私は恋をして素敵な温度雲は夏を帯びて私は目を閉じて綺麗な時間だ。そして最初のサビでコーラスが入るところ、ここからヨーシーがメロディーにユニゾンで加わるのですが、二人の声の相性の良さに驚きました。同じ人間が同じメロディーを何度も録音して重ねるダブリングという手法があるのですが、正直最初はダブリングが聞こえてきたと錯覚したほどでした。花は咲いてばかりあなたに心を奪われそれでも守り続けたくて私のガーデン果てるまで。ブリッジから連なる最後のサビの盛り上がりは本当に素晴らしいものがありました。男女のコーラスが加わったことでゴスペルを聴いているような高揚感があり、バンドの生演奏になって原曲の良さがさらに引き立つ結果となりました。ガーデン終了後、MC なしですぐに曲がスタートしますが、歌の前にメンバー紹介に入ります。ではメンバー紹介に沿って各ミュージシャンについて詳しくご紹介していきましょう。
藤井風の国内プロデュース曲をすべて手掛けている藤井風ブレーンの一人。今回のバンドメンバー選定でも大きな役割を果たしました。国立音楽大学作曲科卒業、プロデューサー作曲家のほか、アーティストとしても活動し、あらゆる音楽ジャンルにガチで精通する日本でも稀有な存在です。今回のライブでは、キーボーディストとしても想像以上の能力の高さを発揮しました。彼のエレピがどの曲でもサウンドの中核になってましたし、藤井風のグルーヴに完璧に合わせられるリズム感覚の非凡さも際立っていました。今回のメンバーでは最もキャリアと実績が豊富で、すでに国内外で高い評価を得ているギタリストです。ルートレスというバンドでメジャーデビューし、デビュー曲がいきなりオリコン3位という最高の滑り出しだったのですが、その後は数々のバンドを転々とします。苦労しながらもギタリストとして徐々に評価を確立し、シンガーソングライターとしても4枚のアルバムをリリース。今回のライブでもその素晴らしいギタープレイはもちろんのこと、最年長の彼がメンバーに向けた温かい、見守るような視線と包容力がバンドに与えたポジティブな影響は計り知れないと思います。オンベース、初谷匠。このライブをきっかけに世界に羽ばたいてほしい実力派ベーシスト。ダムのレコーディングバージョンでもウッドベースを弾いています。学生時代には早稲田大学ハイソサエティオーケストラのレギュラーベーシストとして山のビッグバンドジャズコンテストの2連覇に貢献しました。タイニーディスクでの素晴らしい演奏は海外の音楽ファンにも強い印象を与えたと思います。2017年に勝谷匠が出演したとあるジャズセッションの YouTube 動画にタイニーデスクから来たという英語のコメントがついていて、その影響力の大きさを改めて感じました。個人的に最大の衝撃でした。メンバー最年少の当時24歳。ノーステキサス大学のパーカッション科で学んだテクニックは日本人離れしており、ポップフィールドでの実績はまだ少ないですが、近い将来日本のトップになれる才能だと思います。日本人にあまり馴染みがないかもしれませんが、ノーステキサス大の音楽学部はバークリーやジュリアード音楽院よりも古い歴史を持つ名門で、キーボーディストのライル・メイズやノラ・ジョーンズ、スナーキー・パピーのマイケル・リーグなど、多くの実力派アーティストを輩出しています。やはり彼のドラムプレイに注目した海外ファンも多かったようで、勝谷匠と同様、彼の YouTube 動画にもタイニーディスクから来たという英語コメントがありました。And amazing singers, I'm just a fan. But yeah, my spiritual brother, you'll see. 2018年からインディーズで活動を続ける若きシンガーソングライター。藤井風がリスペクトするヨーシーと仁科にコーラスを打診する案が出た当初、おこがましすぎると言ってなかなか首を縦に振らなかったそうですが、結果的にはこれ以上ない最高の人選だったと言えます。ガーデンの解説でも触れた通り、藤井風と声の親和性が非常に高く、さらに全く異質な仁科の声と混ざり合うことで、非常に豊かなハーモニーを生み出すことに成功しています。2018年からセッションユニットプラソニカに参加。2020年にインディーズデビュー。2021年にワーナーミュージックジャパンからメジャーデビューと着実に活動の幅を広げているシンガーソングライター。一度聴いたら忘れられない個性的な声を持ち、藤井風、ヨーシーと3人で奏でるハーモニーは従来の藤井風サウンドにはない新たな色彩を加えたと思います。タイニーデスクコンサート後にリリースされたプラムでは、プロデューサーをヤッフルが担当、ギターのデュランはじめ、ベース勝谷匠、ドラム工藤聖也とタイニーデスクコンサートメンバーが再集結しました。こういう連鎖が続くのはとても素晴らしいことだと思います。ダムのタイニーディスクバージョンでは A メロのコードが大幅に改変されています。原曲のコードは2小節の非常にシンプルなコードパターンの繰り返しです。
それに対し、タイニーデスクバージョンでは8小節フルに使った非常にジャジーなコードパターンになっています。このコード改変によって大きくジャズに寄せたメローな曲調になっていて、A メロだけだと別の曲と言っていいほど大きく変貌しています。このコード改変によってベースラインも非常に刺激的なものになっていて、勝谷拓の素晴らしいプレイを引き出す結果となりました。2コーラス目のバース、ボーカルのバックで炸裂したベースラインは最高でした。そしてそれをこいつやべえって感じで心から嬉しそうに見ているデュランの表情も含めて個人的にこのライブで一番好きな瞬間です。どけそこどけ俺が通るやめそれやめ無視ず走るダメもうダメ全部終わる。このライブでのハイライトは間違いなくこの曲です。タイニーデスクの目玉としてこの曲で勝負するという明確な意図が伝わるチャレンジングなアレンジでした。キラリオリジナルのテンポは BPM117、四つ打ちのバスドラムが強調されたダンサブルなアレンジになっています。それに対し、タイニーデスクバージョンでは BPM がおよそ 76.9、かなり極端なスローテンポです。そしてリズムではハイハットの16ビートが強調されています。ここまでスローにしてしまうと、原曲の魅力であった軽やかな疾走感は完全に失われています。ややもすると退屈な演奏になってしまうリスキーなテンポ。ごまかしの効かないこのアレンジで、藤井風がボーカル一本でどれだけ曲に命を吹き込めるかが勝負になってきます。ここで無難な演奏をしても意味がない。世界中の音楽ファンに刺さるような確かな爪痕を残したいという覚悟と強い意志を感じました。では実際の演奏を確認していきましょう。冒頭、いきなり立ち上がって踊り出し、目をつむったまま自由気ままなピアノソロを弾きます。ただの気まぐれに見えたかもしれませんが、これは曲のテンポをしっかりと体に落とし込み、集中力を高めるために必要な作業でした。そしていよいよ藤井風が歌い出すと、すぐにこのスローテンポの狙いが明らかになります。今回 BPM117 から約 76.9 にテンポを落としたことで、一拍の長さが 1.5 倍長くなっています。そうなれば当然メロディーの一音一音も 1.5 倍長く歌うことになります。結果、メロディーに思う存分フェイクを入れられる余白が生まれたというわけです。歌い出しの部分、少しスローで再生するときめ細やかなフェイクがよくわかります。その後も譜面にするのも不可能なくらいきめ細やかなフェイクのオンパレード。今夜も昼下がりさらに地果てようと最後に笑いたい愛がいい特にサビの歌唱はボーカリストとしてさらにワンランク上のレベルに押し上げたと言えるでしょう。しっかりと地声で A4 の高音を出しつつフェイクで加工してくる場面はまさに圧巻でした。どこにこのパフォーマンスは藤井風本人としても会心の出来だったのではないでしょうか。
このタイニーデスクコンサートが特別なものになった瞬間でした。満ちてゆくのシングルリリースは2024年3月15日。それより前の3月の第1週に行われたタイニーデスクの収録はこの曲のワールドプレミアということになります。当然、オリジナルバージョンに即した演奏になると予想していました。なので、いきなりギターのアルペジオから曲が始まった時は本当に驚きました。イントロで奏でるピアノのメロディーはこの曲の重要な要素ですが、初のお披露目でいきなりそれを省いてしまったのです。一体なぜなのでしょうか。それはおそらくボーカルに専念することを何よりも最優先したということだと思います。この曲はもともとフェイクがふんだんに盛り込まれた難易度の高い曲ですが、このライブで一番高いハードルだったキラリを歌い切った直後ということもあり、適度にリラックスしつつ気持ちの乗った素晴らしいパフォーマンスでした。特にワンコーラス目冒頭はギターのバッキングのみの中、静かで繊細な歌い回しが印象的でした。あの日のきらめきも淡いときめきもあれもこれもどこか置いてくる。そして最後の超ロングトーンとそのまま息継ぎせずにフェイクで降りてくるところはボーカリスト藤井風の進化を感じさせるシーンでした。世界へ発信するパフォーマンス。ラストのナンバーはやはり世界的ブレイクのきっかけとなった死ぬのがいいわでした。歌い出し直前のブレイクはハッとさせる効果的な演出であると同時にボーカルに専念するためにバッキングをヤッフルにスイッチするつなぎの役目も果たしています。このブレイクよほど気に入ったのか、その後 US ツアー、日産スタジアム、アジアツアーとほぼ全てのライブで必ずこのブレイクを入れているようです。ワンコーラス目サビの最初のフレーズ、私の最後はあなたがいいと藤井風が歌った直後、わずかに振り返った瞬間、陽水がいいと合いの手を入れます。実に小気味の良い息の合った連携。3月頭にリハを開始してわずか1週間後に本番を迎えるという突貫スケジュールの中、よくぞこの完成度に仕上げたものだと感動しました。私の最後はあなたがいい。この曲には素晴らしいスキャットパートがありますが、サビのラスト、もう一回し延長して、正真正銘の即興ボーカルへ突入します。顔を両手で覆う感情表現から始まり、すべてが神がかってました。このライブのラストにふさわしい見事なパフォーマンスでした。最後にテレビ放送としても未知なる環境のライブ収録の中、NHK は初回から素晴らしい仕事をしたと思います。各楽器の音量バランスも完璧で素晴らしいサウンドでした。改めてリスペクトを送りたいと思います。こういった音楽の様々なトピックについて、音楽コミュニティ極みでは月4回のライブ配信の中でいろんな曲を実際にかけながら語っています。このチャンネルのメンバーシップに登録いただければ誰でも参加できますので、皆様のご参加をお待ちしています。音極道でした。